こんにちは、スノノモケマナです。皆様のおかげでチャンネル登録者も100人を超えることができたので、スノノモケマナの分身が生まれました。これからは僕が代わりに解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。今回はライブ 2D を使って僕ができるまでのプロセスを解説していきます。まず最初に、こちらの動画は初心者向けとなっています。現実世界のスノノモケマナはプロの画家で、アナログ画材は得意ですがデジタルは初心者です。ライブ 2D を初めて使う人でもキャラクターを動かすことができるので、その方法を簡単に紹介できたらと思います。またこのライブ 2D での作成にあたってすでに多くの方が詳しい作り方の動画を投稿されています。なので高度なテクニックを知りたい方はごめんなさい。こちらの動画ではライブ 2D 初心者が自分の描いたイラストをすぐに動かせるようになる方法をできるだけ簡単にしてお話ししていきますので、ぜひご参考ください。まずは動かしたいキャラクターの絵を用意しましょう。今回はクリップスタジオで描きました。キャンパスサイズは A4-350dpi のサイズになります。ライブ 2D ではキャラクターの各パーツの形を少し変えながら動かしていきます。そのため動かしたいパーツごとにレイヤー分けをして描きましょう。顔は大まかに目、口、耳、前髪、後ろ髪、輪郭などをレイヤー分けしましょう。体は首、胴体、腕、足をレイヤー分けすると最低限キャラが動けるようになります。ここで心配しなくても大丈夫です。もしライブ 2D でモデリングしている時にここパーツ分けしとけばよかったってなったら、後でまた Photoshop やクリスタでパーツ分けし直してライブ 2D のデータへ差し替えることができます。なのでここではあまり気にせずにざっくりとパーツ分けしてみてください。差し替え方はまた後ほど解説しますね。絵ができたらパーツごとにレイヤーは統合しましょう。Photoshop を使っている方は一括でグループフォルダーごとに統合してくれるスクリプトが公開されていますので、概要欄から見てみてください。完成した絵は PSD ファイルで保存するのを忘れずに。では、ライブ 2D キュビズムエディターを用意しましょう。ライブ 2D キュビズムエディターにはフリーとプロの2種類があります。フリーは無料ですが、アートメッシュの数やパラメータの数などの機能に制限があります。本格的に動かしたいならプロがおすすめです。プロは42日間の体験もできるので、とりあえずプロで使ってみると良いと思います。ライブ 2D を起動したら絵のデータを開きましょう。開いたら次に絵をクリックした後にコントロールプラス A でパーツを全選択します。その後にキャラの上にあるオートというボタンをクリック。プリセットは好きなものを選べます。そうするとパーツに自動的にアートメッシュが作られました。とても便利ですね。このアートメッシュを動かすとパーツの形を変えることができます。ただ目のまつげなどメッシュの数が足りないところがありますので、こういうところは手動で付け直しましょう。これで下準備ができましたので、次にパーツごとにモーションをつけていきましょう。まずは目を閉じるようにしていきます。パーツの左目上まつげを選択した状態で、パラメーターの左目開閉の左右2点にキーを追加します。0が閉じている状態で1が開いている状態です。0の閉じている状態に赤いカーソルを合わせた後、まつげの形を変形させて閉じている形にします。変形パスツールを使ってまつげのポイントを数点選ぶと形が変えやすくなります。次に白目を選択した後、インスペクタの ID をコピーし、その後瞳を選択してそちらのインスペクタのクリッピングに先ほどの白目の ID をペーストします。
そうすると白目の中に瞳がマスクされます。そうしたら白目だけを選択した状態で形を潰してまつげの中に収納します。下まつげも同様に収納します。そうすると閉じた目ができました。右目も同様に作りましょう。この時自動で作ったアートメッシュの形が変えづらい場合は手動で付け直すことができます。左右の目が閉じるようになったら瞳の前後左右を動かせるようにしましょう。左右の瞳を選択した状態でパラメーターの目玉 X に3点のキーを追加します。マイナス1の時は左で、1の時は右に瞳を移動します。シフトキーを押しながら瞳を移動させると平行に動かすことができます。次に目玉 Y にもキーを3点追加して移動させましょう。これで目が閉じたり瞳を動かすことができるようになりました。右下の再生ボタンを押すとランダムにパラメータが変わってキャラの動きを確認できますよ。次に口を声に合わせてパクパクと動かせるようにモーションを作ります。まず口の中のパーツの ID を上歯と下歯のパーツにクリッピングして歯を口の中に隠しましょう。そして口のパーツすべてを選択した状態でパラメータの口変形のキーを3点追加し、その後口開閉のキーを0、0.3、0.7、1を追加します。そうしたら口変形の左の結合ボタンを押して口変形と口開閉を結合させましょう。この結合した12個のキーにそれぞれの口の表情を割り当てることで自然な口の動きを作ることができます。割り当てる口の形はこちらの表を参考にしましょう。上唇のメッシュの自動生成ではちょっと作りづらかったのでメッシュを一から手動で打ち直しています。口元に沿ってピンを打った後に周りを囲むように打っていきましょう。打ち終わったらツール詳細の自動接続をクリックするとメッシュが編み込まれます。下唇も同様にアートメッシュを打ち直しています。そして上唇、下唇、口の中のメッシュを変形させて形を変えながら一つ一つの口の動きを作っていきます。とても大変な作業に見えますが、これをきちんと作るとすごくリアルな動きになるので頑張って作りましょうね。できたのがこちらです。ちなみに後で元の絵をクリスタやフォトショップで描き直した場合はそれを Live2D のデータに置き換えることができます。 Live2D で編集中のデータを開いた状態で PSD ファイルをドラッグ&ドロップし、それらのファイルの差し替えを選択することで自動的に置き換えられます。あまり元の絵を描き直しすぎるとうまく自動で置き換わらないことがありますので、
その場合はアートメッシュを追加せずに PSD ファイルを登録を選択し、左上のパーツのリストから差し替えたいパーツを選択した状態で、プロジェクトの先ほど登録した原画のパーツを選んで右クリックし、選択オブジェクトの入力画像として設定を選択することで差し替えることができます。最後に頭が左右に傾くようにしましょう。まず頭のパーツすべてを選択した状態で、上側にある回転デフォーマーをクリックします。作成をするとデフォーマーのウィンドウに顔の回転デフォーマーができました。これで頭をぐるぐる回せるようになります。そうしたら回転の視点をコントロールキーを押しながらドラッグして顎あたりに合わせましょう。次にデフォーマーの顔の回転を選択した状態でパラメーターの角度 Z を選択し3点のキーを追加します。片方の頭の傾きを作ったらパラメーター右上のメニューを開いて動きの反転を選択することで反対側も反対の傾きが自動で割り当てることができます。そして傾いた時に髪の毛が傾き方向に動くようにします。右前髪を選択してワープデフォーマーをクリック。好きな名前をつけて作成します。そうすると左のデフォーマーウィンドウにワープデフォーマーが追加されます。それを選択した状態で角度 Z にキーを3点追加して頭を傾けた時に髪がなびくようにいい感じの形に変えましょう。右前髪ができたら左前髪や後ろ髪も同じように傾きに沿って形を変えていきます。できました。どうでしょうか。これだけでも結構リアルでしょ。自分で描いた絵が動くようになるととても嬉しいですよね。今回はライブ 2D を使ってイラストを動かす方法の前編をご紹介しました。もしこの動画を見てわからないことがありましたらコメントをしていただけると助かります。次回は頭を左右に動かしたり呼吸や体を動かす方法を解説します。この動画が面白かったなと良かったなと思ってくれた方はチャンネル登録並びに高評価をしていただけると嬉しいです。これからも皆さんのお役に立てる動画を上げていきますのでよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。